はい、こんにちは。カーリーガールメソッド挑戦中のみはるです。今日はですね、ちょっとカーリーガールメソッドとは関係ない話になるんですが、抜毛症、漢字のごとく抜く系の症、髪の毛を抜く癖ですね。もう20年以上になると思います。で、この抜毛症が、抜毛癖って言った方がいいかな、癖が治ったかっていうと、正直完全には治っていないです。もうやめようと、もう今それでちょっと必死で頑張ってるところなので、私がどうやってこの自分がやめたい癖を今治そうとしてるのかっていうのもお話ししたくて、同じ悩みをもし抱えている方がいらっしゃったらなと思ってこの動画作りましたので、ぜひ最後まで見ていってもらえたらなというふうに思います。この抜毛症ってね、ウィキペディアの方で調べてみると、女性の方がどうやら症状としては多いようで、全人口の 0.5 から 2% の人に症状があるって書いてますけど、私なんかは絶対それに認定されてないはずなので、水面下でもっといるんちゃうかなっていうふうに私は思ってます。よくいません？学校とかでこうやって髪の毛ピーって引っ張って触ってる子いませんでした？不安から来る癖っていくつか種類あると思うんですけど、そのうちの一つですね。私が最初ガタ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 ってしたすごい、本当の宿毛を見つけたら抜くことで、排除する感じかな。で、私なんかは特に思春期に癖がきつくなってきたパターンになります。多分10歳前後やったと思うんですけど、それまでまっすぐだったんで余計にそのチリチリの毛がもう鬱陶しくてどんどんそれのせいで髪の毛が広がっていくし、やっぱりバカにされたりとか、自分自身もその髪の毛をいいと思ってないし、チリチリの毛を排除すればまっすぐになるって信じてたんでしょうね。もうほんと白髪抜くのと同じ感覚やと思います。白髪のステージに来た時もそうなんですよ。一緒のことしてたんで。多分20歳前後が一番ひどかったかな、この抜毛症。考え事したりとかぼーっとしてると、電車の中とかでもね、いや本当にすごい申し訳ないんですけど、結構床が髪の毛でいっぱいになってしまったりとかするぐらい、自分の中もどっかでもね、髪の毛また生えてくるからいいやっていうような気の緩みというか、考えてしまう場面もやっぱり多々あって、それで続けてきてしまったっていうのがありました。昔に比べてはもちろん減りました。でも完全にやめるまでには今のところちょっと至れてないっていうのがあります。それじゃいかんと、私もね、大概年なんで、生えてくれてる髪の毛一本一本に感謝して、もうこのビデオを機にもう完全にやめたいなと思ってます。やめたい癖をやめる方法、どんなことにでも使えると思います。3つのステップのエクササイズになってます。まず1つ目のステップが、なんでそれをやってしまうのかっていう理由を箇条書きで書きます。根底にある理由ですよね。気分が良くなるからやるはずなんです。どんな癖も。嫌なことは絶対やらないと思うので、後々あって後悔するにしても、その癖をやってる間楽しいのか嬉しいのか気持ちいいのか、何かしらやりたくなってしまう動機必ずあるはずなので、思いつく限り書き出すっていうのがまずステップ1つ目になります。2つ目、その癖をやめなかった場合、どういう最悪のケースが待っているか想像して書きます。私の場合は抜毛症なので、一番最悪のケースとして考えられるのはもう完全に剥げてしまうことですよね。それぐらい極端でいいと思います。最悪のケースっていうのを書き出します。で、この3つ目が一番大事なんですけど、完璧にそれを切りました、この癖やめましたなった時に、どういう未来が待っているのかっていうことをイメージして書き出します。
なので私の場合は頭皮をいじめることをやめたことで、もしかしたら白髪が減ったりとか薄毛が減ってね、もっと健康的で艶やかな髪の毛になるっていう可能性もあるので、そういったこととか自分が実際に辞めた時にどんな未来が待ってるのか、それを想像するっていうことがすごく大事なんだなと思っています。でこの3つのなんでやってしまうのか、やめなければどうなるのか、じゃあ今度やめたらどういう未来が待ってるのか、箇条書きにした上で今度は自分の行動としての3ステップを決めます。この1週間じゃあどうすればやめれるのか、私のケースをご紹介します。まず1つ目は3つの箇条書きにしたものを毎朝読むこと。結構それ読んで頭にインプットするだけでも大きな違いがあると思います。2つ目、ほんまにハゲてしまった自分を想像すること。例えば髪の毛また触ろうとしてしまった時に自分の中で一番嫌だと思う最悪のケースを想像する。で最後3つ目が、もし手がいってしまったら2回深呼吸をするっていうルールを決めました。深呼吸ってね、リセットになるのかなと思って3つ目のステップに入れました。これからこの3つきちっとやります。やめれるまで。新しい習慣を身につけるとき、最低3週間は意識してやらないと習慣にならないっていう風に聞いて、実際にそれで実践してきたっていうところがあります。おそらくやめる方が長いん違うんかなと私は思ってはいますので、続けてみて1ヶ月後やめれましたっていう報告ができるように頑張りたいなと思ってます。皆さんももしね、やめたい癖があればぜひチャレンジしてみてください。今日はなんかちょっと変な話になっちゃいましたが、軽度なものから重度なものまでレベルはあるにせよ、こういう抜毛癖っていう癖を持った人っていうのが存在するのと、私もやめたいけどやめれない気持ちっていうのも分かりますし、もう20年以上やってきてしまっているので、ご家族の方でね、もしいるっていう場合も含めて、で周りに指摘されたら指摘されたで、自分自身もやりながらもう確実に罪悪感もあって、やってしまった後にやってもうたっていう後悔もあって、もうその繰り返し、あまり責めず温かくサポートしてあげてもらえたらなというふうに思っています。ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。頑張ります。